はい、どうもこんにちは、アンソニーです。今日はですね、前回今後ろに見えてるこの壁紙ですね、これをダークグレーに貼り替えるっていう動画を出しまして、そちらの方もですね、まだ見てないという方ぜひ見てもらえればと思います。で、今回はですね、こっちの白い方の壁ですね、今変なポスターが貼ってあるここですね、この壁に板壁を作っていこうかと思います。このシリーズですね、ダイニングの空間をカフェ風な雰囲気にしたいよということで始まったんですけど、これだけでも壁紙変えただけでもだいぶいい雰囲気にはなったと思うんですけど、こっちを板壁にすることによってさらにカフェのような雰囲気が出せるんじゃないかということでやっていきたいと思います。 DIY は昔小型の家具っていうか机とか椅子とかちっちゃいものは見よう見まねで友達と遊びで作ったことあるんですけど、実際そんなに出来栄えとかあんま良くなくて、なのでちょっと本格的にやるのは今回が初めてになるんですけど、自分なりにちょっと勉強しまして、こういうのがいいんじゃないかというのがあるんで、それをちょっと試してみたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。コーナーのシールついてる。はい、まずですね、支柱となる 2x4 材を4本買ってきたんですけど、これをですねこのラブリコで立てていきたいと思います。でこれ横幅がだいたい1800ぐらいなんですけど、このぐらいだったら柱が3本でもいいかと思うんですよ。ただ今回はですね、貼っていく板をですね、こういう横一直線でこうバンバンバンと縦に貼っていくやり方でもいいと思うんですけど、僕はこのフローリングのようにこう短い板をずらしながら貼っていった方が雰囲気が出るんじゃないかと思って、でそのやり方をすると、柱4本必要なんですよ。なので今回はちょっと柱の数多めで4本でやっていきたいと思います。どこに立てれるか、ちょっとね見えますかね、下にこの配線が出ているコンセントと通気口ですね、これがあるんで、これを避けて柱を立てたいと思うんですけど、ちょっとですねサイズ的にうまく均等に立てようとするとちょうどこの辺でかかってしまうんですよね。なのでこれをこっち側に避けるか、もしくはこっち側に避けるかで今ちょっと悩んでます。ちょっと柱の位置が気持ち悪い感じになっちゃいますね。じゃあラブリコの方をつけていきたいと思います。中にはこういう足側につけるやつと、あとは天井側ですねにつけて突っ張るバネ部分がついてる方ですね、こういうものが入ってます。今回買った色がブロンズっていう色なんですけど、実際は黒ですね。黒だよなこれ。うっすら焦げ茶というか、焦げ茶か、ブロンズって焦げ茶のこと？ちょっと茶色っぽいですね。真っ黒ではないっぽいです。そんな感じの色ですね。これにしました。はい、とりあえず4本ラブリコの方を付け終わりました。でネットで検索してる時に目にしたんですけど、ディアウォールが地震で倒れてきたとか、そういうのをちょっと見たんで、この転倒防止粘着マット、これはアイリスオーヤマのやつなんですけど、これを下に敷くことによって耐震精度が増すんじゃないかということで、今回これをカットして下に敷いていきたいと思います。今4本ですね、足の部分に耐震マットをつけて立ててみたんですけど、上ちょっと隙間があるんですよ。なぜかっていうと、この上の隙間のところに天井部分にこういうですね板を1枚かませようと思ってます。っていうのはですね、ラブリコの突っ張りの力が結構強いんで、天井の下地に結構負荷がかかるらしいんですね。なので負荷をですね均等に分散させる、あとはちゃんと力が分散してかかることによってきちんと突っ張ってくれる、これも耐震につながると思うんですけど、それの効果も含めてこれを挟んであげようと思います。はい、とりあえず柱が4本立ったところで、まだここに貼る板買ってないんで、
サイズを測って買っていきたいと思います。はい、一旦壁の部分は全部付け終わりました。結構時間かかりましたね。飛び飛びで作業してたんですけど、3日間ぐらいにわたってヤスリ掛けと塗装とビスを打ったりして設置するので結構時間かかりましたね。こんな感じになってます今のところで。ここに通気口とコンセントがあるんで、この辺は窓を開けてます。手が入れられるようにですね、はい、なってます。ここの部分に光の配線とかが来てますんで、棚を作ってそこをルーターを置いたりとか、そういう場所にしたいと思います。
1個報告があります。どうでしょう。ちょっとこれやっちゃいましたね。あ、これやっちゃったな、これ。椅子？椅子。いや、なんか入っちゃったみたいな。椅子だな。あんだけ言ってるの。ごめん。いや、悪かった。直すから大丈夫。これぐらいだったらなんとかなる。思ったより斜めにいっちゃったんだよな。椅子を台に使わないで。プさんは注意力がさ、ないんだからさ、はい。足でやるのが間違いだよね。椅子切ったらそのまま戦争だよ。もうユニディでしたら作業ってダメ。こうなんさ。分かった。ごめん。あ、でもこうやって見たら全然。お父さん。はい、ということで、今回は板壁を作ってみたんですけど、いかがですかね。まあこんな感じですね、出来上がりは。蜜ろワックス、あれを塗ったことでだいぶ艶が出て、もう全然雰囲気もなんか奥行きが出たっていう感じですね。木の質感に光が当たるとこれよくわかるんですけど、いい感じになったんじゃないかと思います。やってよかったですね、これは。はい、どうでしょうか。こんな感じです。ちょっとグリーンとか差し込むとだいぶ雰囲気変わりますね。板壁を作りたいって思った理由のうちの一つがこのギターなんですよね。うちはギターがあるんですけど、これをですねギタースタンドにかけて置いてたんですけど、掃除の時に邪魔になったりとか、結構重いんでそれいちいちどかして掃除機かけたりとかっていうのがだいぶ手間で、なんかこう壁にかけられたらいいなっていうのは前からあったんですよ。っていうのもあって、そこが良かったですね。こんな風にかけられて、これで下が空いてるんで掃除機とかもかけやすくなりました。ギタリストの方はぜひ参考にしてみてください。今回ラブリコを使って天井で突っ張ってるので、壁自体には全く穴を開けてないんで賃貸でもできるやり方です。賃貸とかじゃなくても、もともとある壁に傷をつけるのちょっと抵抗あるっていう方とかですね、いいと思いますよ。家の中に一部分こういうところがあるだけでだいぶ全体の雰囲気が変わるんで、やってすごく良かったなと思います。で、作業の時間はだいたい2週にわたって4日間ぐらいですね。塗装して乾かしたりとか、その辺が一番大変でしたね。あとヤスリがけ、つけるのももちろん大変だったんですけど、あとはオイル塗ったりとか時間はかかりますけど、それをやるだけの会話あったんじゃないかなと思います。ということで、よければ皆さん参考にしてみてください。今回の動画いいと思った方は高評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。こういう感じのカフェ空間になったんですけど、反対側を見てもらうと畳なんですよ。畳をフローリングに変えたい。